ここがうちの本店で、全国に文芸部33店舗ほどありますけど、この別の、本店になります。ある時愛媛県の内子町っていう同じく町並み保存になってるところを訪ねて、そこでこう古民家を再生したお店っていうのを初めて見て、それから着想を得て、自分たちの家の前にもこういう空き家があるからここを直して使ってみたらどうだろうかっていうことで、ここを直し始めて以来、最初はこの土間だけだったスペースを少しずつ時間かけて直していって、だいたい18年ぐらいかけて今の広さに、直していきました。300坪ぐらいこうあるんですよ。この奥が結構茶色い壁のところまでで奥行きもあるので、私群言堂のトイレがめっちゃ好きなんですよ。デザインセンスなんか無駄に何回か行きました。4つ個室あるんで制覇したりとか。そう家族で来た時はちょっととりあえずトイレ入ってとかねトイレに入らせるっていう。本社のトイレもすごく面白いんで後で見せてきます。見たい。街のコンビニってこれいろいろと生活消費財とか必要なものは大概手に入る。で通い帳って作ってもらって、要は付け払いがきて、はい。書いといて。いちいち使ったものつけてもらって、月末払いとかまとめて支払って街の人なんかをやってます。すごい信頼関係によって成り立ってる。そうですね。お金じゃないんですよね。払いますよ、払いますよ。あ、すごい。すごい。なんかこういうやつありますね。群言堂の中にもこの茶色いこれ彫刻ですね。なんだろうと思いながら群言堂の中から見てます。鉄の彫刻作品。毎年冬になるとこの稲を刈り取った後の田んぼに彫刻置いて野外の彫刻展をやってます。でここがうちの本社の入り口。地味にここに事務所入り口って書いてあるんですけど、このあぜ道を通って会社に行くっていう。でうちの本社社屋で2つ、建物があって、かやぶきのうちと隣の瓦葺きの建物と、この2つが本社社屋なんですが、瓦葺きの方はその隣町にあった登り窯で、焼かれた最後の石州瓦を吹いてます。登り窯で焼いた石州瓦っていうのは結構色が黒いものであったり赤いものって様々なんですね。窯の中の熱の度合いによって色が変わったので、ああいうとても味のあるだら模様になるんですけど、今工場生産されている均一な瓦だとこうはいかないので、非常に登り窯ならではの色合いになってます。関係者が立ち入り禁止です。これはうちの会社のシンボル的な家なんですけど、もともとは広島の世羅の方にあった豪農屋敷で、今で現在で築年数が260年以上経ってるお屋敷です。23年前にこの町に移築をしてきて、でそれ以来うちのシンボルとしてここにずっと。で3年前にこの屋根の葺き替えをして、今は結構新しい屋根の状態ですね。大体この
屋根を丸々吹き替える2000万ぐらいのお金がかかるんですけど、当然うちもそのリッチな会社でないので、自分たちの力では到底不可能だっていうんで、クラウドファンディングという形でご支援をいただいてようやく工事をすることができたっていう、今現在私たちもすごく多目的にここを使ってて、日常的にはお昼ご飯お弁当を食べる社員食堂として使っているんですけど、時々コンサートとか講演会みたいなイベントごとをしたり、学生さんが合宿に使っていくこともあったり、いろんな形で本当に人が集まる場所になってます。そこに犬小屋あるんですけど、あ、これ犬小屋だったんですか。なんかミニの練習、これ立てる練習みたいな家かなと思って。これ3年前に吹き替えをした時に下ろした古い茅を使って職人さんが作ってくれたんですけど、僕が飼ってるうさころっていうのがいて、彼、今日は連れてきてないですけど、毎朝一緒に出社してここにつないで。さっきのあれですか、フリーペーパーに載ってた犬。はい、そうです。で、夜仕事が終わったら一緒にまた帰るっていうふうにしてます。一緒に出社してたんですね。はい。犬小屋だったんですね。はい、土壁の六角形の個室が4つあるトイレで、真ん中に手洗い場に水筋窟を作って、ちょっと水が落ちる音がこう各個室に響き渡るような作りになってたりとか、いろいろ遊びながら作った瞑想空間のようなトイレです。入っていいですか。はい、どうぞ。土壁いいですね。結構だからオフ匂いがィスの建物を出て、昔の川屋みたいな感じで外の空気を感じながら出るっていう。すごい。あ、女って書いてある。開けてみていただいても。こんな感じで。うわあ、そう、群献堂もこんな感じですよね。そうですね、洗い出しって言って、この石を乗せて、セメントをブラシでかき出すような形で石を浮かせる技法なんですけど、それで作ってますね。すごい。よかったら覗いてみてください。すごい広い。柱がない。区切られてる。鉄骨で。ここ先ほどの瓦屋根の中のエリアですね。実は古い瓦を拭いてますけど、建物自体は新築で建てているので、中はちゃんと機能的なオフィスが作れてます。石のものづくりですね。うちの特徴的な生地が、これがうちの毎年毎年企画している生地の、これは古いものですけど、マンガンガスリといって新潟県の見附というところで作られている生地で、これはもともとかすりってちょっと効果着物地とかで使われているかすりなんですけど、それをプリントで表現する技法で、大正時代ぐらいに安価な着物地として流行った技法なんですね。で、見附市にも何社もそう工場があったんですけど、今ではもう1社しか残ってない。職人さんも1人だけにしか、全国で1人しかいないいうような工場さんで、そこにもうち20年以上一緒に取り組んで、毎年違う柄を作って提案してるんですけど、そういう本当に人力に息長く付けしていくことで、まだ確か次世代はいないと思うんですけど、物が形として残っていくということを目指してやってますね。あ、傘も。大恩寺橋。
すごい。いいなこの街並み。なんか前に家族で来た時に、はいこういうとこに住みたかったなってちっちゃい頃ずっとお母さんに言ってました。お母さんもこういうとこに住みたかったなと思って。別です。あ、別。もともと県の文化財にもなっている建物なんですけど、もともと石見銀山の自役人として甲斐の国、今の山梨県あたりからやってきた自役人のお宅だった建物。築年数でいうと230年経ってる建物で、この町並み一度江戸時代に大火があって多くの建物が焼け落ちてるんですけど、ここは焼け残った、そのぐらいの年代の建物ですね。もう30年ぐらい空き家になってて、天井も床も抜け落ちたようなボロボロの誰も見向きもしないような家だったんですけれども、そこからまたこの家も13年ぐらい工事にかけてゆっくりゆっくり松葉富が実際に暮らしながら魂を吹き込んでいったお家です。よかったらちょっと中もご覧ください。この竹垣は僕ら若手スタッフで作りました。へえ。作れるん山からですね。竹を切り出すところから。こうだって太さとかも結構選んで。そうですね。あ、すごい。このアプローチに使われてるのは地元産の廃材なんですけど、石州が瓦産業で、この石見の地方すごく盛んなんですけど、そこの瓦を焼く窯の中で使われる耐火レンガが、何年かに一度入れ替えで廃材として出るんですね。産業廃棄物になってしまうものを、いただいてきてそれを使ってます。これが瓦を並べて焼いていた部分、釉薬が石州瓦って釉薬を使うので、それが飛んでちょっとこういう質感になってますね。これを引っこ抜いたものをここに敷き詰めて、いい匂い。めっちゃいい匂い。すごい。めっちゃいい。この家の一番の中心がこの台所。安倍家のちょっとユニークなところは、全てのお客様にこのテーブルを囲んでお食事をしていただく。今はちょっと一時的に一棟貸し状態になってますけど、普段は3組様までお客様がお泊まりになるので、初対面同士のお客様にも一緒にテーブルを囲んで、必ず家主の松葉富がご一緒して会話を楽しみながら地元に実家に帰ってきたような賑やかな食卓を過ごすという食事の形になります。先ほど玄関から見えてた奥座敷のところも一つのお部屋で、ここは1階2階で一つのお部屋になっている部屋なんですけど、よかったらこの階段ダンスの上にすごい。2階が一応寝室になっているので、階段ダンス初めて登りました。80ほどのコンパクトな部屋にして、もともとこの家の茶室だった、ここに今も炉が切ってあるんですけど、すごい。2名様までこれよくドラマとかで見るやつじゃないですか。書き物をしてる人が。この家の衣装蔵だった蔵で、あっち側が米蔵だった蔵、2つ蔵があるんですけど、こっち
ちはまた1階2階で1つのお部屋というふうにしてて、ベッドのお部屋になってます。中なのか外なのか。おしゃれな空間が作れるんですね。お金持ちの会社じゃないので、一度に工事しきることがそもそも不可能だったので、だから時間がかかったというのが13年ぐらいかけて少しずつ工事を進めていって、まあ継ぎはぎ的にできてきたのが、むしろこの家の個性にもなっていったと思います。現代的に言うとブリコラージュっていう言葉を使いますけど、まあ、要は継ぎはぎ文化だと思うんですけど、いろんな要素が組み合わさって、まあ、唯一無二のものになっていくっていう直し方ができたと思って温泉好きスタッフの独断偏見温泉手帳の人、なんか似たような言葉を使ってたの。わー、すごい。畳になるの畳じゃないみたいな。琉球畳の寸法だと思うんです。鹿児島で仕立てた。すごい。この模様もこの家の中から直すときに出てきたこう藁の切れ端みたいなのがうちのすごいので、それを復刻したようなうわ、すごい。なんとおしゃれなライトの手だけしか。あ、すごい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 。ここは米蔵の方の蔵ですね。ミニバーみたいなの。そうですね。バー空間になってて、ここはスクリーンがある。ここで映像が投影できるようになってます。この家のビフォーアフターの映像とかあるので、それをお客さんにご覧いただいたりとか、お食事の後デザートを召し上がってゆっくり過ごしていただくような空間ですね。